はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。いやいや、ついに出ましたよ。単体で 200V 出力ができるポータブル電源。これまで家1軒丸ごとポータブル電源で駆動するっていう時に 200V 機器が使えなくなるっていうのが結構ネックだったんですけど、今回それが解消したみたいですね。しかも今回それだけじゃなくて、過去最高レベルの大容量、超大出力、UPS0 秒切り替えや無音動作とそれ以外のところもめちゃくちゃ進化してるみたいですね。それからソーラー入力も売電用の家庭用ソーラーパネル、そのままつなぎ替えることができる能力あるみたいですので、今回本当につなぎ替えて実験してみたいと思います。もちろんいつも通り実用量や充電速度、電気の波形とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。今回桁違いの性能ですので、ちょっと気合い入れて実験してみたいと思います。で、今回使ってみる機種がこれ、エコフロー社製ポータブル電源デルタプロウルトラっていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が 6144W 時で最大 30kW 時まで増設できます。で、定格出力が 6000W、 瞬間最大出力が 9000W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、充放電サイクルは約3500回以上、これ容量 80% 維持の時ですね。で、ソーラー発電入力1が 4000W、 2が 1600W、充放電温度範囲はマイナス20度から45度、重量は合計で約 86kg っていう風になってます。もう正直目につくところだらけなんですけど、容量が単体で 6144W 時っていうことで、もうこの時点ですでにめちゃくちゃでかいっすね。さらにバッテリーを増設すると最大で 30kW 時までいけるみたいですので、いやもう異次元の容量ですね。それから定格出力 6000W、 うちの契約しているアンペア数が 40A なので 100V だけ使った場合ですともう普通に家を超えてますね。それからソーラー発電入力は大電力用と低電力用に分かれていて、大電力用はなんと 450V まで入れることできるようになってるみたいですね。屋根に乗ってる家庭用ソーラーパネルは結構高電圧で組んでること多いので、こっち側につなぐことになりそうですね。もう1系統低電力って言ってますけど 1600W なので、これでも全然多いですね。それからこいつバッテリーを温める機能を搭載してますので、マイナス20度の超低温でも全然普通に使うことできるみたいですね。それからこいつ実はインバーター部分とバッテリー部分に分かれていますので、合計だと 86kg っていう結構ヘビーになっちゃうんですけども、分割すれば持ち運ぶことをできます。というわけで中身出していきましょう。こいつ結構重いんでですね、引っ張り出すときは2人で作業した方がいいです。中身出すとこんな感じですね。左側がインバーターユニット、右側がバッテリーのユニットっていう風になってます。で、まず入っていたのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに刺さる形状になってます。で、ソーラーパネルから充電するためのケーブルで、これは本体を乗せるための台ですね。それからこれは台に装着するためのキャスター、それからこれはゴム足で、今回中に入っていたのはこの程度なんですけども、今回のこれサンプル機なので製品版とは入っているものが違っているかもしれないです。
はい、じゃあですね、台にキャスターを取り付けて組み立てていきたいと思います。でこれはもう特に難しいことなくて、ここにねじ込んでいくだけですね。はい、これで組み立て完了しましたかね。でキャスターにはロックがついていて、これかけますと車輪が回らなくなるだけじゃなくて首も回らなくなるみたいですね。はい、じゃあですね、それぞれのパーツをドッキングしていきたいと思います。まずはバッテリーを台の上に乗っけます。でこれデコボコがついてて、ちゃんと綺麗にカパッとはまるようになってますね。それから次はインバーターユニットを上に乗せます。よいしょと。はい、これもぴったりはまるような構造になってますね。はい、でさっき気づかなかったんですけども、連結するためのケーブルが付属しています。これは後ほど接続します。はい、では本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、はい、いろんなコネクターがありそうですけども、全部蓋がついてます。ちなみにこいつ IP54 の防塵防水性能があるみたいです。では全ての蓋をオープンしてみて、 AC100V が4口、 200V が1口、それから 30A 用のコンセントが1口ついてますね。そしてこの右側開けますと、はい、これ充電の入力ポートですね。上2つが DC の入力になっていて、その下は AC の入力になってますね。あ、ただこれよく見ると AC も 200V まで入れれるみたいですね。そして逆サイドのカバー開けてみますと、はい、4G って書いてあるので、ここにオプションのドングルを装着すると、スマホみたいに完全に独立して通信できるようになるっぽいですね。で次は側面見てみますと、はい、こっち側特に何もないですね。そして背面見てみますと、はい、上のインバーターユニット側に通風口が開いてますね。ふむふむ、これ構造的に横から風を出すというよりは、下から吸って上から出すような構造になってるっぽいですね。では逆サイドの側面はと言いますと、はい、いろいろポートがあるので、これもちょっと全部開けてみますかね。はい、左からこれは高電力用のソーラー入力ポートですね。単体でスイッチがついてます。そしてその横に行きますと、はい、これは EV の充電器を指すやつですかね。そしてその横に行きますと、はい、これはバッテリーと接続するためのコネクターですね。あ、今気づいたんですけど、このカバーの蓋押すとですね、中に収納できるようになってますね。あ、他のとこも同じような構造になっているので、使わないときは閉めて、使うときは収納できる。お、この蓋便利ですね。で下のバッテリー側にも同じポートがついていて、これを上下で接続する形になりますね。では付属のコネクターを差し込みまして、よいしょと。はい、装着するとこんな感じなんですけども、ケーブルが L 字型になってるので、横にガチョンって出っ張らなくてコンパクトですね。で上側なんですけども、はい、若干カーブしてますけどほぼ平らですね。雰囲気的にはあんまり上に物は置かない方が良さそうですね。そして上面に液晶表示があって、真ん中が残量パーセントで、その下があと何日使えるかの目安で、右側が出力電力、そして左側が入力電力っていう風になってます。で右下に行くと、はい、こっちは USB-A が2口、そして逆サイドも開けますと、はい、こっちはですね USB-C が2口ついてます。
で真ん中の操作ボタンは3つしかなくて、電源と AC と DC のスイッチだけですね。でこいつある一定条件では無音で動かすことをできるみたいです。条件としては 1000W までの電力であれば1時間は無音、 2000W までの電力であれば30分は無音を維持できるらしいです。ちなみにこの時の気温は25度ってなってますね。でなんでこんなことできるのかと言いますと、さっきも見ました縦方向の冷却構造っていうのがポイントになってます。で通常ファンを搭載しない機器で放熱設計するときってこの上下方向で設計すること多いんですけど、上下方向に筒状のものを作ると煙突効果っていって下から上に流れる気流が発生します。でその気流によって冷却するんですけども、この方式弱点があってですね、冷却能力に限界があったり流路が複雑な形状をしていると効果が出にくいっていうのがあるんですね。それに対してこいつは11本のヒートパイプを使って複雑な熱源から冷却しやすい冷却炉まで熱を引っ張ってきて冷却している。それからどうしても冷却能力が足りなくなったらその時に初めてファンを動かすっていうハイブリッド構造で冷却するようになってるんですね。私も筐体の熱設計は現役でやってますけども、この構造はかなり気合い入った設計になってますね。そしてこいつスマホに接続することができるようになってます。で今事前に接続された状態ですけども、画面に表示されたアイコンをクリックしますといろいろ表示されましたね。で何が表示されてるのかと言いますと、バッテリーの残量やその状態、あとは入力電力や出力電力が表示されてるって感じになってますね。で今充電してないので入力は0になってますけども、どの入力から何ワットくらい充電しているっていうのが個別に見ることもできます。ちなみに右上のここをクリックしますと日付や入力ごとにグラフ化して表示することもできます。この表示分かりやすいですね。アウトプットの方に切り替えますと、こっちも入力と同じように個別に出力が分かるようになってますね。でこのスイッチで DC や AC の出力をオンオフすることができるようになってます。で右上の設定ボタンを押しますといろいろな設定項目が出てきます。この自動タイムアウトっていうところは各項目がオフになるまでの時間を設定することができます。でこの AC 充電スピードっていうところは最大何ワットで充電するかっていうのを選べる項目ですね。同じ部屋で大電力の他の電化製品使う場合とかはここを低めに設定しておくとブレーカーが落ちなくていいです。でこの頻度っていうところは AC 出力の周波数を切り替えることができます。でこの自動化タスクっていうところは充電する時間帯や放電する時間帯を個別に設定することができます。使い方としては卒フィットとかで昼間の電力が余っている場合はその余った時間帯だけ充電するようにして電力を有効活用するみたいな使い方ですね。でここのエネルギー管理っていうところは何パーセントまで充電して何パーセントまで放電するっていう範囲を変えることができます。これ下の説明見ますと10から 90% の間が推奨って書いてますね。でこの下のバックアップ予約っていうところをオンにしますと AC 充電とソーラー充電どっちを優先しますかっていう割合を決めれるみたいですね。でこの説明の例を見ますと 40% で設定すると 40% を超えた場合はバッテリーは太陽光だけで充電されます。で 40% 未満の場合は AC と太陽光の両方から充電されるっていう風になってますね。でこの AC 常時オンっていうスイッチをオンにしますとデバイスの電源を入れるたびにデフォルトで AC 出力がオンになるように設定できるみたいです。でこのバッテリープレコンディショニングっていうやつは寒い時にバッテリーを温めておいて安全に使えるように準備しておくっていう機能ですね。いやーここまでいろいろ細かく設定できるとできることも増えますね。
次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。で、今回かなりの大容量モデルですので USB と DC の出力は割愛させていただきます。まずつないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続していきなり最強で運転してみます。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1000W で、次につがえてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども 200W400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 400W で駆動します。この時の消費電力はと言いますと、はい、ちょっと変動してますけど約 1300W。 次につないでみるのは家庭用カーボンヒーター。これの電源を入れてマックスで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 2100W。 いやー 100V の大電力機器いっぱいつなぎましたけどまだ 4000W いけるんだなこれ。というわけで次は消費電力が大きそうな 200V 家電つないでみたいと思います。で、今撮影しているこの場所外なんですけども、このままだとコンセント届かないので延長ケーブル使って接続していきたいと思います。ちなみに 200V 用の延長ケーブル買おうと思ったらめっちゃ高かったんで手元にあった VVF ケーブルで自作してます。本来は屋内配線用のケーブルなんですけども、今回は実験ということでテンポラリーに使わせてもらいたいと思います。では本体の方に接続しまして、よいしょと。でこのケーブルを引っ張っていって窓の隙間から室内に入れます。で使ってみる機器はこれ、約26畳用のリビング用エアコン。この 200V 用のコンセントをつなぎ替えて使ってみたいと思います。はい、これで接続完了しましたね。では電源を入れまして、なんとなく25度に設定してみますかね。ちなみに今外は5度くらいなので約20度上げるっていう感じですね。お、元気よく動き出しましたね。では安定するまで少し時間置きましょう。はいはい、数分経ったんですけどこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 3400W。 さっきまでの AC100V で 2100W くらい使っていたので 200V エアコンでだいたい 1300W くらい今消費してるって感じですね。おう、まだ余裕だな。というわけで 200V のエアコン追加してもまだ全然余裕そうですので延長コード引っ張っていって別の部屋の家電も使ってみたいと思います。はい、外から上のベランダを通って2階の部屋にコンセント引っ張ってきました。でつないでみるのは、はい、この55インチの液晶テレビですね。では電源を入れてみますと、はい、ちゃんと動きますね。でこれだけだとまだまだ大丈夫そうなのでこの部屋のエアコン、これ 100V 用ですね。これもつないでみたいと思います。では電源をオンにして、はい、こいつもですね25度くらいにしています。まだいけそうなので同じメーカーのデルタマックス、こいつを接続して充電してみます。ではこの時点での合計消費電力はと言いますと、はい、約 4800W。 まだいけますね。というわけで消費電力のでっかいドライヤー、これを接続して運転してみますと、はい、約 6000W。 やっと上限ギリギリまで使うことできましたね。はい、というわけでもう一個一個追っていくのがめんどくさくなっちゃいましたけども、
小型セラミックファンヒーターと小型カーボンヒーター、家庭用カーボンヒーター、200V 家庭用リビングエアコン26畳用、それから 100V 家庭用エアコン6畳用、そして55インチの液晶テレビ、高速充電できるデルタマックス、そしてドライヤー。今これらのめちゃくちゃ電力使いそうな機器が同時に全て使えています。というわけでこいつ普通に家1軒丸ごと以上の電力を賄うことできますね。次は騒音測定してみたいと思います。でこいつなかなかファンが回らないんですけど、さっき 6000W 使った直後に 3000W くらい今使っている状態でやっとファンが回ってます。ではこの状態で 1m 離れたところの騒音はと言いますと、はい約42デシベルなんですけども、今外で撮影しているので実はそもそもの暗騒音自体が42デシベル程度あります。じゃあギリギリまで近づいてどんな音がしてるのか聞いてみますと、近づいてもめちゃくちゃ静かですね。比較的大きなファンを低回転で回しているので人間が不快に感じる高い音っていうのが出てない雰囲気ですね。いやこんだけ静かだったらファン回っていてもリビングとか置いて一緒に生活していても全然大丈夫そうですね。さすがハイブリッド冷却機構。次は AC100V、200V 出力から実際何ボルト出てるのかをテスターを使って測っていきたいと思います。じゃあまずは AC100V の方に挿してみますと、はいほぼぴったり 100V というわけで普通の日本の家電は安心して使うことができますね。では次は 200V ですけども、はいこっちもほぼ 200V ぴったり出てますので問題なく使用することができますね。はい次はですね 100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれオシロスコープですね。で電気の波形は大きく分けると正弦波、疑似正弦波、区形波っていう3種類があって、正弦波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似正弦波と区形波はなんとか正弦波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で正弦波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似正弦波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はいで今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はいかなり大きくしたんですけども変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で下の方に出ている50っていう数字が周波数ですので、はい今ちょうど 50Hz で出力されてるって感じですね。でこいつ無停電装置がついていて、なんと0ミリ秒で切り替えることができるっていうことですので、本当にそんなことができるのか実験してみたいと思います。で無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はいで今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい一瞬蛍光灯がちらつきましたね。では波形を見てみますと、あれ普通に乱れてるな。
で切り替え速度見てみますと、はい、約16ミリ秒。あれ0ミリ秒じゃなかったんだっけ。ちょっと調べてみます。はいはい、調べてみたところですね、この左側の今接続しているコンセントは20ミリ秒以下での切り替えで、どうやら0ミリ秒での切り替えに対応しているのはこの隣の右側のコンセントらしいですね。というわけでこっちにつなぎ替えて、先ほどと同じように壁コンセント引っこ抜きますと、おお、確かにオシロスコープに何にも変化出てこないですね。当たり前ですけど拡大してもどこにも変化が見て取れませんね。というわけで全くタイムラグなしに切り替えてほしい機器に関してはこの真ん中のコンセントに接続しておくといいみたいです。はい、次は AC 出力の実容量測定してみたいと思います。でせっかく 200V 出せるっていうのと消費電力のでかい機器つなぎたいので今回 200V に接続して測定します。で使うのはこれ 200V も測定可能な電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使った26畳用の家庭用リビングエアコンでは、こいつの電源を入れて25度で稼働します。ちなみに本日の外の気温だいたい5度から10度の間で変化してるって感じですね。では今の消費電力はと言いますと、はい、本体の方で約 1240W、 電力量計の方が約 1090W。 本体と電力量計で約 10% くらいの乖離がありますね。でおそらく内部を直接測っている本体の表示の方が正しいと思いますので、電力量計の方は約 10% ぐらい上乗せして見ていくといいかもしれないですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、結構時間が経ってそろそろなくなりそうなのでエアコンオフにしたいと思います。では本体の方を見てみますと、はい、残量今 1% っていう状態で消費電力ゼロになってますね。ちなみに日中8時間使えたってことになってますね。では消費電力量何ワット時だったのかと言いますと、はい、左下の数値 4.945kW 時イコール 4945W 時使えたってことになってます。でスペックからの変換効率を計算しますと、はい、約 80% で、世の中70から 80% っていう製品が多いので 80% はなかなかいい数値かと思います。ただこいつ結構誤差がでかかったので本体の方のログを見てみたいと思います。でこいつさっきも言いましたけども便利なことに消費電力細かく見ることができるんですね。というわけで本日使うことができたエネルギーは 6.31kW 時。若干スペックオーバーしてる気もしますけども、こっちの方がスペックに近い値ですので直感的には分かりやすいですかね。でもしかしたらここに出てきている電力量はいろいろとロスが入る前の電池の根元の方の電力測定しているかもしれませんね。はい、じゃあ次はですね、こいつ高速充電ができるみたいですのでそれ試してみたいと思います。で使うのはこの AC100V 用ケーブル。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。そろそろ 1000W になりますかね。電力量計の許容電流オーバーしちゃってエラーが出ちゃいましたね。ではアプリの方で電力調整して 1200W にしておきます。はい、この状態であれば普通に電力量計で測定できますね。
でこいつどうやら 200V も入力できるみたいなんですけども、今回は 100V ケーブルしかなかったのでこれでやってみたいと思います。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、5時間34分。高速充電ですけども容量がでかいのでそこそこ時間がかかりますかね。もちろんもっと電力上げたりソーラー発電と組み合わせたりするとこの時間どんどん短くなります。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 6.8kW 時でした。でこいつソーラー発電 5.6kW まで入力できるっていうお化けみたいな能力持ってますので、売電している家庭用ソーラーパネルそのまま接続し直してみたいと思います。ちなみにこのソーラー売電システム、私が1人で設計設置国や電力会社との協議や申請全てやったもので合計 4.3kW 分のソーラー発電能力を持ってます。でソーラーパネルの電力どこに集まるかと言いますと、はいこの集電箱の中に全部が集まってます。ちなみに我が家は開放電圧約 40V で 290W のソーラーパネルを5直列3並列でシステムに入力しています。試しに電圧測定してみますと、はい今発電中ですのでちょっと電圧下がって約 150V って感じですかね。では一旦各系統のブレーカーを落としてメインケーブルを接続していきます。で今回 MC4 のコネクターで延長しますので、充電箱の方にこの MC4 のコネクターを取り付けていきます。ちなみにソーラー設備ですけども、ここ 36V より大きい電圧が流れてますので電気工事士の資格が必要です。はい、これでコネクタの装着完了ですね。ではここに延長ケーブルを接続します。ちなみに今日の天気なんですけども、ほぼ快晴。ソーラー発電実験にはもってこいですね。ちなみに今残量は 19% なんですけども、はい約 150V 以上入れますので、この高圧側ですね、ここに配線を接続します。では集電箱のブレーカーをオンにするんですけども、はい3つとも上げちゃうとですね電流値をオーバーしてしまいますので2つだけ上げておきます。ちなみに配線はこんな感じで延長ケーブルを間に返して本体に接続しています。ちなみに無負荷状態での開放電圧は約 190V ってなってますね。では本体側のスイッチもオンにしますと、左側のインプットがどんどん上がってってますね。あっという間に 1700W になりましたね。いや普通にコンセントで充電できる電力超えちゃってますね。でいろいろ準備に手間取って実験開始したのが午後2時だったので、この季節だともうだいぶ太陽が傾いてるんですね。あと我が家のソーラーパネルは1系統は地面に対してほぼ水平に設置されてますので、この季節は非常に発電効率が悪いです。そんな中でもこれだけ発電できればかなり優秀ですね。
はい、まだ外は明るいですけども、もうソーラーパネル影になってほとんど発電していないので、ここで終了したいと思います。それでは午後2時から2時間20分充電してどのくらい電力溜まったかと言いますと、はい、51%で、充電開始時の時が 19% でしたので、差し引き 32% 充電できたってことになりますね。夕方近い2時間でこれだけ貯めれるんであれば、朝一から充電すれば多分満タンにできますね。というわけで、卒フィットで昼間の電力を2足3本でしか買い取ってくれないってなった場合でも、こいつにまるっと貯めておけば夜中でもかなりの電力を使うことできますね。こりゃすげえな。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつ化け物ですね。容量もめちゃくちゃ増設できますし、出力も定格で 6000W、 ソーラー充電も売電用パネルをそのまま置き換えることができるぐらいの容量ありますので、これ本気で家1軒丸ごとバックアップできるだけの能力やオフグリッドの可能性もありますね。でもちろん災害が起こった時にもこいつを家のシステムに最初から組み込んでおけば、たとえ停電したとしても何の作業もいらずにそのまま生活することできそうですね。ちなみに家の分電盤に直接つなぐっていうこともできるようですので、機会がありましたらそこら辺もやってみたいと思います。というわけで、長寿命で安全なリン酸鉄バッテリーで家1軒丸ごと賄える容量と出力のモデルが欲しいっていう人、オフグリッドや卒フィットを考えている人、あと災害で急な停電でも普通に電気が使える生活をしたいっていう人、もともと大容量ですけども後から増設もしたいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。